はい、こんにちは。陶芸家の橋本忍です。今日はですね、陶芸家への道、第5弾ぐらいかな。陶芸家への道、第5弾ということで、才能は信じないっていう話をしていこうと思います。こういう仕事してるとどうしてもね才能とかセンスっていうことはよくね言及されがちですよね。言われたり、あとまた自分でもね思ったりすると思うんですけど、僕は才能っていうのは全く信じてないんですよ。前にも言ったかもしれないんですけど、今まで天才だなって思う人見たことないんですよ。陶芸やっててねあ、この人天才だなっていう人は見たことないです。まあセンスいいなとかねありますけど、まあすごい人ももちろんたくさんいます。でもそれはこの人すごい頑張ってんだなとか、やっぱそういう見方をするんですよね。才能っていう言葉で片付けはしないですよね。才能なんてものは、まず僕の考える、才能なんですけど、才能っていうのは存在しないです、実際には。で、これ見えるかな。量と質、訓練のね量と、あと適切な質、これの結果が成果になります。この成果に対して、素人がっていうのはその同じことをやってない人です。例えば野球選手についてね才能を語るとすれば、それは野球選手とか野球関係ではない人たち、僕らみたいなね、そういう素人がよくわからないので、そこを才能っていう言葉でね片付けてしまうんですよっていうふうに僕は考えてます。だから実際には才能なんていうのは先天性のものではなくて、何かを成し得た結果なんですよね。それをよくわかんない人が、才能っていう言葉で片付けているというふうに僕は考えてるんですよ。別にいいんですよ。よくね、僕もやっぱこういう仕事してれば才能ありますねとか、そういうリップサービス受けますよ。受けますけど、ありがとうございますって言いますけど、たまにね同業者にリップサービスじゃなくて本気で言ってんのかなみたいなね感じで、才能があるとかセンスがあるとか言われると結構カチンときますね。なんか全然分かってないなみたいな、すごい頑張ってるんですよ。本当に量とね質ですよ。もうたくさんの時間を費やして、あと適切な内容をね探り探りですけど、その結果で何かの結果が出てるので、それをねなんか才能だみたいな、その先天性の何かで片付けられるとイコール僕の努力は何もなかったことってことですよね。だからすごくカチンときちゃうんですよね。もちろんそれはその部外者というか陶芸家じゃない人とかね、そういう立場で言うのは全然カチンと来ないです。お客さんに言われても全然カチンと来ないです。それはもう全然問題ないんですけど、ある程度こう仕事でね同じような仕事をしてたりとかっていう人に言われると、やっぱちょっとカチンと来ることが多いですね例えば、作家が他の作家さんの作品とかを見て、他の作家さんを見て、この人は才能があるってもし思ったとしたら、もうその時点で負けですよね。負けだし、救いようがないというか上がりようがないです。もし才能のせいにしてしまえば、それってどうにもできないことじゃないですかね。生まれ持ったものだとしたらどうにもできないです。努力でも何にもカバーできないです。
それがまかり通る世界だったら、世の中こんなに陶芸家いっぱいいないですし、絵描きも音楽家も、料理人も、全部そうです。何のジャンルに対してもね、よく才能っていう言葉は使いますけど、そんなありえないですよね。みんな頑張ってやってるんですよ。すごい頑張ってやった成果の出た人に対してそうやって言ってるだけであってね。だからもし、これから、陶芸家を目指してる人とか、まだ駆け出しでっていう人のために今こう喋ってるんですけど、そういう人たちは、才能のせいにしたらもうその時点で自分の伸びしろなくなっちゃいますんで、絶対に才能なんか信じる必要ないと思ってます。僕はもう全く信じてないです。仮にあるとすればですけど、それは、もうこれが最大化した時ですよね。最大化して、そのさらに上の伸びしろの次元の話です。もう、超一流の世界です。そこに関わってくるのがもしかしたら才能なのかなというぐらいにしか捉えてません。僕ら凡人が、生きていく上で必要な、二流一流ぐらいでいいですよ。そのぐらいは多分ここで十分生きると思います。その上の超一流の戦いの中でもしかしたら才能っていうのがね、左右するのかなとか思います。だからそこはね、実はまだまだ遠い話なので、そんなこと考える必要ないですよね。そこに行ってみたら考えたらいいと思います。まず、これから陶芸家になるとか、陶芸家に限らないですよね。ものづくりで食べていくとか、今やってるけど、まだ始めたばっかりで、これからっていう人とかは、そんなことはもう全く考える必要ないです。才能なんてものを信じた時点で、自分の伸びしろを潰してるようなもんですからね。あと、センスについてもなんですけど、これもね、よく言われることですよね。センスいいねとかね、言われると言ったり言われたりすることあると思うんですけど、これもはっきり言って努力だと思ってます。前に個性、オリジナリティの話をしたと思うんですけど、あれもね、結局、個性とかオリジナリティっていうのは、それはもしかして先天的にね、ある程度持ってるものだとは思うんですけど、それを自分で発掘していく作業が必要だっていうお話をしたんですよね。で、センスっていうのもそうで、センスっていうのもそれぞれあるかないかわかんないですけど、僕はちょっとセンスっていうものがね、ちょっとまだ、考えが定まってはいないんですけど、ただ一般的に言われてるようなセンスっていうのは、まさにセンスを磨くってよく言う言葉があると思うんですけど、磨けます。全然磨きます。センスを磨くっていうのは、例えば、センスがいいとされてるもの、いっぱいありますよね。多分、身の回りにあるものっていうのは、プロダクト品、いろんなものありますね。こういうんでもいいし、これはどうかな。じゃあ、例えばギターとか、服とか、雑誌の広告とか、雑誌なんか見たらいいでしょうね。雑誌の広告なんかっていうのは、センスがいいとされてるものが採用されてるわけですね。今のこの社会の中でセンスがいいだろうと言われてるものが。それを見て、それを分析すれば、大体分かってきますよね。その中で、そういうのをちゃんと見て、考えるってことですよ。分析して。なぜこれが好まれてんだろうとか、これはどこが優れてるんだろうとかっていうことを分析してやっていけば、一般的に言われているセンスがいいねっていうような感じのことは多分できるようになると思うんですよ。ある程度。ただそこのスペシャリティではないのでね、別に、グラフィックデザイナーでもないだろうし、フォトグラファーでもないから、極端なところまで突き詰める必要はないんですけど、でもある程度は僕らは必要です。絶対に必要です。僕が思うのは、そのセンスが問われるのは、作品というよりは、
まあ、マーケティングとかね、セールスですよね。営業。そういうところに関してですよね。写真の撮り方とか、ホームページの作り方とか、ラッピングの仕方とか、いろいろありますよね。作品以外の部分でお客さんにプレゼンテーションしなくちゃいけないところっていうのは、そういうところでセンスっていうのが結構問われてくるので、そこはね、本当いくらでも磨ける、鍛えれると思ってるんで、それはもうやるべきだと思います。だからそれも、あの人はセンスがいいねっていう、なんかざっくりした言葉でね、片付けてしまえばもうそれまでですね。よく、陶芸家の人と会ったら、例えば名刺交換しますよね。あとまあ、DM もらったりとか。で、ありません？名刺がダサい。DM がダサい。もう、その時点で、なんかこの人の作品ダサいんだろうなって思っちゃうんですよ。そういうのが得意だとか得意じゃないっていうことはあるとは思いますよ。あるとは思いますけど、僕ら仕事でやってるんで、得意とか不得意とか言ってる場合じゃないんですよね。得意とか不得意とかで、それでなんか免除されるんならいいですけど、いや、私はこれが不得意なんでこういうのが。なので許してくださいって言って、許してもらえんならいいですよ。初対面の人に、今度近くで作品展があるので、来てくださいって DM を渡すとしますよね。その DM ダサかったら、もらった人が行きたいと思わないですよね。そこでなんか一つの可能性をね、もう潰しちゃってるわけですよ。それでいいんですかと。ホームページとか、ブログとかもそうですよね。発信するときに、ホームページ、ダッサとかありますよね。本当にこの業界多いです。ちょっとね、先輩たちに失礼なことを言ってるかもしれないです。もう主に先輩たちに多いです、そういうのは。若い人たちはね、そうでもなかったりしますけど、でも若い人でもやっぱりいますよね。なんか、ダッサっていうの。なんか、いや、もちろんその道のプロじゃないので、いいんですけど、ダサいって見られるのはちょっとものづくりしててどうなんだってことですよね。まあやっぱそこそこのレベルにね、そこそこのクオリティにしといた方がいいですよね。だからまあセンスっていうのもちゃんと研究してやってください。これからね、やっていく人は。もう、無理だっていう人は、そこに努力することをやめて、で、売れなきゃいいと思います。いや、それできないんだよね。無理なんだよねって言って、ただやんないだけだったら、食えなくなるだけですから。その代わりに、じゃあ俺、それ、すごい不得意だから、それはやらない。でも、その代わり何か違うアプローチのことをやっていくって言うんだったらいいんですよ。ただ何もしないで、それもしない。これもしない。あれもしない。できないからしない。得意じゃないからしないって言ってたら、食えなくなるだけです。ものづくりをしてて、ものを作るっていうのは当然当たり前のことです。当然当たり前のことです。それをやった上で、さらにその周りのことをどんだけやれるかで、やっぱ変わってくるわけですよね。よく、半人前って言いますよね。まだ一人前になる前のこと。半人前ってことは、倍のことしなくちゃいけないってことですからね。半人前だろうが一人前だろうが、家賃は変わらないし、吉野家行ったら同じ値段払います。かかるお金は一緒です。かかるコストは一緒です。僕半人前なんで電気代安くしてくださいなんてこと言えないですよね。半人前なんで倍の値段で買ってくださいってお客さんに言えないですよね。むしろ逆ですね。なので半人前のうちは倍以上やらないと生き残れないですね。で、まあ才能の話なんですけど、とにかくその目に見えないね、何か、自分でどうしようもないようなことに原因を求めちゃダメです。才能のせいにする人は、天気のせいにする人と僕似てるなと思うんですよね。あの人は才能があるから、すごい売れるんだ。
今日は天気が悪かったからこのイベントお客さん来ないんだって言ってるのとね、なんかもう同じ理屈で、どうしようもないことでね、なんか、要は誰かのせいっていうか何かのせいにしてるんですよね。僕ら全部自分のせいですから。全部自分のせいです。作ることはもちろんそうですよね。作ることも全部1から0から作ってるんですから、出来上がったものは全部自分のせいです。褒められるのも全部自分が褒められてるし、文句言われるのも全部自分だし、全部自分のせいです。そういう気持ちでやっていかなくちゃいけないなと日々思っています。よし、じゃあ今日はこれぐらいで、才能は信じないっていう話でしたね。じゃあまた次の動画楽しみにしててください。バイバイ。